こんにちは、ゆかです。実はこの YouTube チャンネルが4月で10周年を迎えました。おめでとうございます。ちょっとね、10周年を記念して動画を撮りたいなと思って、皆さんからちょっとインスタグラムの方で質問を募集させていただいて、ちょっと時間経っちゃったんですけど、いただいた質問にお答えしながらちょっとおしゃべりしたいなと思ってます。コーヒーでも飲みながらやっていこうかと思ったんですけど、結構風が強いのと結構眩しいからちょっと移動するかもしれません。YouTube 自体は10年やってるんですけど、最初の2年はフルタイムの会社員をやりながら趣味で YouTube をやっていたんですけど、その後2年後 YouTube 始めて3年目ぐらいの時にフルタイム YouTuber になったので、専業 YouTuber として8年間も経ってしまいました。こんだけ長くやっていても毎日ね、学ぶこととか気づくこととかいろいろあって、まだまだだなと思うこともたくさんあるんですけど、なかなかこんなに長くやってる人もそんなに多くないと思うので、ちょっとその視点から話せればいいなと思います。ちょっとやっぱ風強いから帰ろう。はい、ちょっと移動してきました。ピノずっと一緒。はい。まず最初の質問でいただいたのが、10年間の中で一番の危機は何でしたかというものです。でこれでいろいろ考えてみたんですけど、ぶっちゃけそんなに危機と呼べるものは意外になかったんじゃないかなと思って、結構淡々とやっていたら気づいたら10年間過ぎていたみたいなのが正直なところです。でもいろいろ大変なことはあるんですよ、もちろん。どんだけ好きなことを仕事にするって言っても大変なことはもちろんあるんですけど、以前好きじゃないことで大変っていう時代があったから、好きじゃないことで大変に比べると好きなことで大変の方がもう100倍マシなんですよね。だからそれを考えて、今めっちゃ大変、もう寝れないみたいな感じを持っても、その時のことを思い出すと、全然マシだなっていうふうに思えちゃうから、結構それで辛くなくて、あんまり。なので耐えられたような気もします。これはもう大ピンチでやばい大危機みたいなものはなかったけど、やっぱりこんだけ長くやってると、停滞期もあるし、伸び悩む時もあるし、バーンアウト気味になっちゃうこともあるし、そういうこともあるんですけど、結構喉元過ぎれば暑さを忘れるタイプなんですけど、その忘れ方が結構早いんで、すぐ忘れちゃってるっていう部分もあるかもしれないんですが、そんなに大危機はなく過ごせてきたんじゃないかなと思います。でもう一つちょっと似た部分で、心が折れそうな時どうしますかという質問もいただいてました。これも私はYouTuber として心がめっちゃ折れそうになるってことはそんなになかった気がするんですけど、全体を通して人生の中で何もかもうまくいかないな、もうどうしよう心が折れそうっていう時にはやっぱり何かを変えなければいけないっていうサインなんじゃないかなと思います。でその変えるべきこと大きく分けて3つあると思うんですけど、1つは解釈を変えるっていうので、何か大変なことだったりとか失敗してしまったとかうまくいかないみたいな時に、そのうまくいかなかったとか失敗したっていうふうに捉えるとネガティブな解釈になっちゃうんだけど、これをやったらこうなってダメだったんだとか、こういうふうにすると良くないから次はこうしてみようみたいな感じで、学びだったりとか失敗したことをデータとして扱って、なるほどねみたいな感じで捉えられると、ちょっとポジティブな解釈に変換できるんじゃないかと思います。それと失敗してしまった時に、私はダメだ、なんてできない人間なんだみたいな感じで考えるよりも、このやり方はダメだったんだっていうふうに自分で自分の人格を否定しないことっていうのはめっちゃ大事だと思って、その辺のマインドセットを変えるだけで結構辛さが軽減されることもあるんじゃないかなと思います。2つ目変えるべきことは解像度を変えるということです。物事をちょっと俯瞰しすぎて見てると、不安が倍増されちゃうことってあると思うんですよ。例えば私もあったんですけど、あんまり好きじゃない
職場にいた時にこのまま一生ここで働かなきゃいけなかったらどうしようとか、恋愛でうまくいってないとかだったらずっとこのままこの関係性が続いたらどうしようとか、なんかそういう一生このままだったらどうしよう、何年もこのままだったらどうしようみたいな、そう長い目で見すぎて辛いみたいなこともあると思うんですよね。だからそういうなんか今すぐ変えられないことだったりとか、もちろんなんか辛い環境とかは変えていくべきだと思うけど、今すぐこの瞬間に変えられないとか、今日明日で変えられないっていうことも現実世界に多いじゃないですか。だからそういう時には今日何ができるか、この状況を打破するとか、この心のモヤモヤを打破するために今日私ができることは何かって考えて、もっとこうちょっと解像度を狭めるというか、あんまり大きく見すぎずに今日できることが何かっていう小さい見方に変換してみるっていうのができるんじゃないかなと思います。3つ目はやっぱり環境を変えるっていうのは多分一番大事だと思うんですけど、心が折れそうな時とか、なんか内面がやられちゃってる時って、なんかマインドセット変えなさいよとか元気出しなさいよとか言われても元気出ないじゃないですか。だからどうしても自分の中で自分だけで解決できない時は外部的な要因を変えるっていうのがやっぱり一番効くんじゃないかと思います。でそれはなんかその転職するとかめっちゃ大きい話だけじゃなくても、ずっと行ってみたかったカフェに行ってみるとかでもいいと思うし、ちょっと新しい場所からの刺激とか人からの刺激っていうのを自ら求めていくと結構気分転換にもなるし、心の状態がリセットされやすいんじゃないかなと思います。でもっと大きい話で言うと、例えばもう高校の職場で働きたくないのにずっと働いてるって状態だったら、転職した方がいいんじゃないですかっていうのは本当にもう正論すぎるんだけど、やっぱりねそれは本当にそうだと思って、私も前もこの話ね動画でしたことあるんですけど、自分に向いてないことをずっとやっていた時は多分その会社ではこいつ別にできないなと思われてたかもしれないし、普通だなと思われてたかもしれないし、どう思われてたか分かんないけど、とにかく自分自身はもうなんか嫌だって思いながら働いてたわけですよ。だからそんなに活躍もしてないし別に目立ってもなかったと思うんだけど、転職して本当に自分に合ってる環境に行ったら結構すぐ活躍できたっていうか、なんかもう自分も多分生き生きしてるし楽しいし、やってる内容も面白いから、どんどんこういいポジティブなスパイラルみたいになって、すごくいい状態になれたと思います。だけど自分のスキルとか自分ができることはそんなに転職した瞬間に変わるわけじゃないのに、環境が変わっただけで人からの見られ方も変わるし、自分自身のやる気とかも変わるし、なんかそれがもう本当にめちゃくちゃ大きかったので、やっぱり自分が輝いていける場所に自らを置くっていうのはすごく大事なことなんだなと思いました。あともう一つは、どんなメディアを見るかを変えるのも結構この時代大事だと思ってて、私もすごいやっちゃうんですけど、意味もなく TikTok とかリールズをずっとスクロールしちゃって、すっごい情報いっぱい入ってくるじゃないですか。なんか役に立つ情報もいっぱいあるんだけど、役に立たないというか、ただただ嫌な気持ちになるって言ったらあれなんだけど、例えば他の人がめちゃめちゃ素敵なところに行ってるとか、こんないいもの買ってるとか、こんないいもの食べてるみたいなものを見て、羨ましいなとか、なんかなんでこの人はこうなのに私はこうなんだろうって比べちゃうとか、そういうことにつながるじゃないですか。だからやっぱりね、心が折れそうな時はそういうスクロールはなるべくやめた方がいいと思いますね。自分の心が健康な時だったらあんまり何も感じないかもしれないけど、健康じゃない時にそういうのずっと消費してると本当にどん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 良くない方向に行っちゃうと思うので、その辺も環境の一部として自分が何を消費するかっていうのをコントロールするっていうのも一つできることじゃないかなと思います。次は YouTube 関連のセクションなんですけど、再生回数が伸びない時はどうしてますかとか、モチベーションの保ち方についてちょっと質問いただいてます。まず再生回数が伸びない時なんですけど、再生回数が伸びない時とモチベーションがない時ってちょっと重なってるかな？そんなことないか。多分ね、私が個人的にモチベーションがない時って、なんか新しい挑戦をしてない時なんですよね。なんか新しいことをやってないと、どんどんつまんなくなってきちゃって、ワンパターンになると
なんかやる気がなくなってくるっていう癖があるので、なんかちょっとやる気ないなっていう時は、何か小さいものでもいいから少しでもチャレンジを盛り込んでみるっていうのをやってますかね。例えば最近はね、この動画をマルチランゲージ対応しているんですけど、なんかそういう新しいことを入れてみたりとか、新しいカメラに挑戦してみるとか、新しい撮り方をしてみるとか、なんかアニメーションをもっと入れてみるとか、わかんないけど、もしかしたら視聴者の皆さんからはそんなに見えないかもしれないけど、何かしらなんか小さいことをいつも、今はこれをちょっとやってみようみたいなことをやってたりしますかね。で、再生回数が伸びない時なんですけど、私の中では再生回数が伸びないことよりも、自分自身がなんかこれも面白くないって思っちゃうことの方がリスクが高いというか、もっと問題なことなんですよ。で、再生回数はコントロールできる部分とコントロールできない部分があるじゃないですか。コントロールできる部分は、例えば動画のクオリティをもっと良くするとか、企画を良くするとか、そういったことはコントロールできるけど、自分なりにいろいろやって出してしまった後って、アルゴリズムのブラックホールの中に放り込まれて、その後どうなるかってあんまりよくわかんないので、アップロードしたら、そのもう次の動画のことに頭を占領されているので、あんまりその過去のことに遡って、あ、これはなんで伸びてないんだろう、どうすればいいんだろうみたいな感じであんまり考えないかもしれないです。で、YouTuber 友達の中で話してると必ず話題になるのが、その YouTube スタジオっていうなんか YouTube の管理画面があるんですけど、そこで一番最近アップした動画が直近10本の中の何位なのかっていうのが出るようになったんですよね、数年前から。あれがね、非常に精神的に良くないという話をみんなするんですけど、10分の1が出たらすっごい高揚感があるし、なんかその UI の中でもなんかコンフェティが出るんですよ。なんかパーンって。毎回開くたびに10分の1パーンってなんか出るから、すっごい嬉しくなっちゃうんだけど、逆に10分の9とか10分の10の一番最下位ですとか言われると、なんかちょっと傷つくっていうか、ああ、なんか全然ダメだみたいな感じになるんですけど、なんかもうそれって本当にこう勝手に YouTube が見せてくる、なんならちょっと煽ってくるみたいな指標なので、あんまり気にする必要ないんじゃないかなと思います。で、その多分 YouTuber 仲間の中でも、あれは絶対気にしない方がいいよねっていうのがみんなの意見だと思うので、そうですね。あんまり気にしてない、かつ気にしないようにしてますね。日々の生活の中ではそういう新しいチャレンジをすることによってモチベーションを上げようとしているけど、その他にも、その実際に視聴者さんにお会いした時に声かけてもらったりするとめちゃめちゃモチベーション上がります。なので、ぜひ見かけたら遠慮せず声かけてほしいんですけど、なんか結構ね、日本にいると、ポッドキャスト聞いてますとか、動画見ましたとか、なんかこの動画すごい良かったですとか言ってもらえることがちょくちょくあるので、そういうことを経験すると、あ、なんかもう本当に視聴者さん見てくれてるんだっていうのがなんか実感できるというか、その再生回数に関しても、なんか何千回、何万回、数字が出てきたりとか、10分の何位とかその数字で表されると、ゲームみたいというか、あんまりこう実体がないものに感じてしまうけど、実際に一人の人間と出会ってお話しして、本当に実際に見てくれて、こういうふうに生活変わりましたとか、これ買いましたとか言ってもらうと、もしかしたら再生回数の1かもしれないけど、あ、本当にやっててよかったなって思うので、実際に一番嬉しいのはそれじゃないですか。だから再生回数がどんなに低かったとしても、誰かの役に立ってたら別にそれでいいじゃんって思える瞬間なんじゃないかなと思います。なので私はあんまりね、そんなにガチガチに分析とかしないタイプなんですけど、一つだけおすすめなのは、最近サムネイルの AB テストができるようになっているので、サムネイルだけはテストしたり分析する価値があるんじゃないかなと思います。というのも、サムネイルが良くないと再生回数も結構変化があると思うので、そのコントロールできることの一つのこととして、サムネイルを魅力的なものにするっていうのはやってみる価値があると思います。あといただいてた質問で、ネガティブな人やことに対しての対応ということです。これもね、結構永遠のテーマというか、クリエイター仲間とよく話すトピックなんですけど、なんか大体もう10年やってると、
もういろんなコメント来ますよ、本当に。いいコメントから悪いコメントからその間の全てを経験してきましたけど、ちゃんとしたフィードバックじゃなくて本当にただのヘイトコメントみたいな話ですよ、これは。そういうコメントもらって見ちゃった時、その瞬間すっごい嫌な気持ちになりますよね。誰でもそうだと思います。嫌なコメントをもらいたくないから投稿するのが嫌っていう始める前に止まっちゃう人もすごいたくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、よく考えてみると、大体そういった変なコメントしてくる人って自分の顔も出してない、名前も出してない、何にも責任取ってないのに文句とか嫌味だけをこっちに投げかけてくる状態じゃないですか。それって多分ね、その人に問題があるっていうか、何かしらのコンプレックスを抱えていたりとか、何か起こってるんですよ、そっちで。で、たまたま私が現れたから、八つ当たりみたいな感じで来てるだけで、そう考えるともう全然私の問題じゃなくて、向こうの問題だから、それに対して私が傷つくのってすごいもったいないじゃないですか。エネルギーの無駄だから、関係ないところで起こってるなっていうふうに切り分けて考えるようにしてます。クリエイター友達の中でもこれは本当にね、対応の方法が分かれる部分なんですけど、私は本当にぶつかりおじさんだと思ってるから、ぶつかりおじさん追いかけていってやり返してもいいけど、あんまりそのやる価値はないと思うので、基本的には見なかったふりして非表示が一番いいと思います。たまにちょっとカチンと来すぎると言い返しちゃったりとかするんですけど、私はいいけど他の視聴者さんが見てるからゆかさんが攻撃されてるみたいな感じで、私は傷ついてないんだけど他の優しい視聴者さんたちが傷ついてしまうことがあるので、やっぱりそういうことも考えて非表示にするのが一番いいんじゃないかなと思います。で、自分の心の中ではぶつかりおじさんだったんだなと思ってスルーが一番いいです。めっちゃもったいないのが、やっぱりヘイトコメントが来たら嫌だな、ヘイトコメントが来たらどうしようと思ってクリエイター的な活動をやらないっていうのが一番もったいないと思うので、もしそれが怖くて始められないっていう人がいたらね、ほとんどまずね来ないですよっていうのが一番言いたいこと。ヘイトコメントが来るようになるまでは結構時間がかかると思うし、来たとしても本当にその人に傷つけられてる意味がないっていうか、鳥の糞が落ちてきたみたいなもんなんで、気にしないでって言って気にしなくなれるもんじゃないかもしれないけど、本当気にしない方がいいです。はい。じゃあ次はコンテンツのシステムについての質問もありました。まず一つ目が動画を作るときに外せないこととか、これはやらないと決めてることはありますかということだったんですけど、私が思っているのはやっぱり自分自身が面白いと思っているかすごい大事で、たまにですけど自分で編集しててすごい眠くなっちゃう時とかあるんですよ。それってあんまり良くないサインで、自分ですら面白いと思ってないのに人様に見てもらうなんて申し訳ないので、自分自身がある程度のレベルまでいいと思えるものを作ろうと心がけています。で、さらに今後もこの AI 時代じゃないですか。AI 時代にさらに重要になってくるのが、私の視点とか私の経験、私の意見っていうのがめちゃくちゃ大事だと思うので、情報を正しく伝えるプラス私がどうなのか、私のライフスタイルでどうなのかっていうのをより重点を置いて話していった方がいいんじゃないかなと思っています。AI には生活ないからね。AI は人間はもう到達できない速さでいろんな情報を処理してくれるけど、生活してないし生きてないから、生きてる上での人間としてのことをもっと出していかないといけないんじゃないかと思ってます。あと、コンテンツカレンダーありますかっていう質問もいただいたんですけど、コンテンツカレンダーあります。で、私はノーションをずっと使ってるんですけど、ノーションを使ったプロジェクトとタスク管理のやり方っていう動画を多分もう結構何年か前になっちゃうと思うんですけど出したんですが、基本的にはそれと全く変わらず同じ形式で今もプロジェクトとタスク管理してます。で、あとはそのノーションと TickTick っていうタスク管理アプリも連携してるので、ノーションに入れたタスクを
実際にこなしていくときは TickTick を使ってポモドーロタイマーをやったりとか、チェック入れていったりとかしてます。で、TickTick でチェックしたものは Notion でもチェックが入るので、シンクされているというような状況になってます。Notion の動画と TickTick の動画両方過去に作ったものがあるので、概要欄に貼っておきます。じゃあ次は、テックとクリエイティビティを追求してきて一番楽しかったことは何ですかという質問をいただいてます。まず一つ目はやっぱりね、いろんな発表会とかに呼んでいただいて、まだ世に出ていない製品を試したりとか体験して、で、それを皆さんに伝えられるっていうのはもう本当に楽しいですよね。何回やっても楽しいし、すごく光栄なことだと思っています。で、もう一つは、やっぱりこのチャンネルを通して、すごくいろんな友達ができたことですね。クリエイター仲間もできましたし、私がやっているゆかスタというコミュニティがあるんですけど、コミュニティもすごくいいコミュニティになっていて、そこの出会いもすごく貴重だと思っています。コミュニティももう多分ね、7、8年ぐらいになるんじゃないかなと思っているんですけど、結構ね、こんなに長くやってきて、ずっと入ってくれてる人もいるし、最近入った人もいるし、入って抜けていった人もいるし、いろんな形でたくさんの人が関わってきてくれたんですけど、やっぱりこの YouTube やっていなかったら、こういう形でこんなにいろんな世代だったりとかいろんな興味を持ってる人を集めることがすごく難しいと思うんですよ。何もやってない人がいきなりなんか面白いことやりたい人カモンとか言っても怖いじゃないですか。YouTube をやることによってなんかゆかさんってこういう人なんだなみたいな人柄を知ってもらえて、それに対してなんか共感してくれる人とか仲良くなれそうだなって思ってくれた人が来てくれるので、自然とすごくみんな気が合うというか、とてもいい雰囲気のコミュニティができているので、それがすごく貴重だなと思っています。これを機に宣伝しておくと、 YouTube のメンバーシップから入れるコミュニティをやっていて、ゆかスタジオというものなんですけど、もし興味あればぜひチェックしてみてください。オンラインでは Discord を使って日々会話をしたりしてるんですけど、年に何回かオフ会をやったりとか、ちょっとカジュアルにご飯食べに行ったりとか、いろいろやっているので、なんかテックとクリエイティビティが好きな人ならきっと楽しいと思うので、ぜひチェックしてみてください。ということで、いろいろ話してきましたが、なんか全部の質問に答えられなかったんですけど、たくさんのお祝いメッセージもありがとうございました。10年前から見てくれている方も、最近知ってくれた方も、本当に今までありがとうございます。これからも楽しい動画、面白い動画を作っていきたいと思いますので、ぜひ今後も応援していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。